IU 部長の知恵の館には進化ボーナスが8つあります。8つ全部を暗記しようとすると多分最初の試合で迷子です。でも現行パッチの陸上上位5試合を見ると入り口は3つに割れました。ロジスティクスが3試合、成長が1試合、増援が1試合です。面白いのはその後5試合全てが騎兵育成賞を置き砂漠襲撃兵へつなぎました。よし、覚える場所は8つではありません。今欲しい即時報酬とその次の分を1組で覚えます。次戦力なら回復、内政力なら町の人、即圧力なら砂漠襲撃兵。今回はバス長と混同しやすい部分を先に切り分け八葉実践の3分岐へ圧縮します。IU 部長はバス長の主分目です。知恵の館、経済と軍事と文化と攻撃と表示名は同じです。だからこそ効果を親分目から持ってきてはいけません。バス長は胸を立ててその中の文明研究を買う仕組みです。IU 部長は胸を立てるときに2つの即時ボーナスから1つを選びます。4つの胸に2択ずつ合計8つです。新文明の町の1コスト減、経済建物割引、無料の槍兵と弓兵はこちらの胸効果ではありません。ラクダ弓騎兵と悪打騎兵も IU 部長の固有兵ではありません。こちらの顔は砂漠襲撃兵と悪打槍騎兵です。共有するのは知恵の館で町の人を進化建設で拘束しないこと、果実、安い交易所渡航、ラクダが敵騎兵を弱める土台、そして黄金時代です。ただし黄金時代の段階と効果も別です。名前が同じ、だから性能も同じ。この近道だけはここで捨てましょう。知恵の館は暗黒の時代から規模10で建てます。建設は30秒、耐久は2000です。胸を増築すると町の人を使わずに進化し選んだ即時ボーナスを受け取ります。知恵の館は黄金時代の中心でもあります。列強へ接続した建物は1棟につき1点です。10棟で町の人の最終が 10% 上がります。20棟で研究速度が 25% 上がります。30棟で生産速度が 20% 上がります。50棟で工場兵器のコストが 20% 下がります。75棟でラクダの攻撃速度が 20% 上がります。新文明の10、30、60ではありません。IU 部長は10、20、30、50、75の5段階です。序盤はまず10棟。ただし黄金時代のために危険な前線へを伸ばす必要はありません。守れる町区で接続し最終上昇を軍領へ返します。食料の土台は果実です。この引き所隣へ置くと容量が100増え、最終は 25% 早く運搬量も3増えます。代わりにイノシシは取れません。近い果実、安全な退路、知恵の館からの接続、最初の配置はこの3つを一緒に見ます。ここから固有要素、時代、役割、苦手、勝ち筋で分けます。1つ目は固有建物の知恵の館です。役割は進化、即時報酬、黄金時代の3つ、町の人を進化建設で取られないことが経済性能です。でも建物自体を失えば次の棟と町区の中心を同時に失います。守れる位置から建物を接続し進化報酬を軍へ変える、これが建物としての勝ち筋です。2つ目は領主の砂漠襲撃兵です。食料80、木50、金50、育成30秒、3資源を使う高価な軽落打騎兵です。遠隔モードは軽歩兵へ強い、近接モードは騎兵追加ダメージを持ちます。敵の編成を見て同じ一体の仕事を切り替えられます。ただし遠隔攻撃には弱い。敵の弓へ正面から投げ続けると3資源の交換が崩れます。弓には騎乗兵や歩兵を添え、砂漠襲撃兵は相性の良い相手を回します。3つ目は領主のダルビッシュです。食料60、金140、育成40秒の騎乗宗教ユニットです。生異物、天候、聖地に加え味方を範囲回復できます。足が速く前線の小競り合いについていけます。でも攻撃や腕はありません。護衛なしで戦闘へ出すと高価な回復薬から失います。勝ち筋は1回の戦闘で使い切らず回復して次の戦闘用同じ分を戻すことです。4つ目は上司のラクダ槍騎兵です。食料130と金110、育成35秒の重騎兵です。耐久210、通常攻撃22、突撃は32です。高い機動力と強い発で遠隔兵や工場兵器へ着地します。苦手は槍兵と石弓兵です。突撃が強いからと対策兵の正面に座らせない。一度入って仕事をし次の突撃距離を作ります。5つ目は万座肉です。気400、金200、人工3の固有投石兵器です。通常の範囲攻撃と広い範囲で火を広げる勝利モードを切り替えられます。密集した遠隔兵や歩兵、建物や圧力をかける役です。射撃前には設置が必要で接近されると脆い。前にグラムや槍兵、横に悪打槍騎兵を置き触らせない編成で使います。6つ目はスルタンの塔です。木650、金350、育成140秒、耐久800の巨大工場輸送兵器です。中へ兵を入れるほど速くなり矢を放ちながら建物と壁を壊します。空では遅く合計戦資源と重い。敵軍を無視して単独で建物を歩かせる兵ではありません。前線を押し切れるとき歩兵を運びながら建物圧力を足す締めの選択です。
ラクダや力兵は着地、マンザ肉は範囲、スルタンの塔は食べ物、上司の固有群は役割を分けるほど強くなります。ここから8を同じ胸の2つずつ比べます。まず経済塔です。領主の成長は町の人3人を即座に得ます。果実の容量も50増えます。すぐ働く人口を増やし、長く内政差を使える盤面の選択です。同じ経済塔の3秒は気400を得ます。町の人の建設速度も 30% 上がります。町の中心、軍施設、家を一気に置きたい時の資源搬入です。上手で選ぶと、成長は町の人7人と果実容量100、産業は気900、石400、建設速度 40% へ強化されます。同じ名前でも、遅い時代に残した選択ほど即時報酬が大きい。次は軍事塔です。増援は、騎兵や先行条件像を解禁します。領主なら15秒後に砂漠襲撃兵1体、その後は2分ごとに1体です。進化と同時に圧力を作りたい時の選択です。マスター・スミスは、進化した時代の弾薬応募研究を無料で自動完了します。すでに軍施設と数があり、編成全体へ効率をかけたい時にやります。増援はユニット、マスター・スミスは質。今ゼロから軍を作るのか、もういる軍を強くするのかで分けます。文化塔は、アドバンスメントとロジスティクスです。領主のアドバンスメントは、食料225、金125、通常より250資源安く、96両で進化します。軍や内政の即時報酬は減りますが、厳しい資源で早く次時代へ入りたい時の選択です。ロジスティクスは、ダルビッシュに体を得ます。範囲回復も常時有効になります。前線の小競り合いを繰り返し、損耗を回復で取り戻す選択です。上手で残して選ぶと、ダルビッシュ3体と回復 25% 上昇へ強化されます。交易塔は、バザールとアドバイザーです。バザールは3分ごとに資源とユニットの有利な交換候補を4件出します。後半の質は選んだ時代で固定されます。毎回同じものを保証する仕組みではないので、固定オーダーの必須部品にしません。アドバイザーは、領主ならアタベグ3人を得ます。アタベグを軍事生産施設へ入れると、新しく出るユニットの耐久が 20% 増えます。ミナフには入れられません。量産施設を決め、そこから出す主力の質を長く使える盤面で選びます。文化塔は進化速度かつ実戦力。交易塔は交換の柔軟性か、量産兵の耐久です。初心者向けの基本形は、町の人々数ではなく目的で覚えます。最初は果実船引き書を置き、知恵の館、家、金採掘所を準備します。上位陸上5試合の知恵の館は、初回中落ち55秒です。食料と金を進化へ寄せ、木は進化後の軍施設へつなぎます。領主の胸は、今欲しい即時報酬で選びます。前線を長く戦うならロジスティクス、安全に人口を増やすなら成長、すぐ圧力をかけるなら増援です。次に騎兵育成賞、5試合すべてで確認され、初回中落ちは4分54秒でした。砂漠襲撃兵の初回中落ちは5分40秒です。6分時点の収集速度中落ちは、食料367、木245、金190です。これは人数ではありません。3資源の生産を切らさないため、どの資源が落ちているかを見る目安です。基本形は、果実、知恵の館、即時報酬、騎兵育成賞、砂漠襲撃兵、そこから敵の弓、槍、騎兵に合わせて通常兵を足します。ここからは、上位試合の実オーダー分析です。現行パッチ11308の陸上4選手、5試合を見ました。マップはキング、オブ、ザ、キルニ、カーメルニ、ドライアラビアイチです。3勝2敗なので、勝利例だけの標本ではありません。それでも勝率や最善手の根拠にはしません。見るのは、5試合に共通した時系列です。知恵の館は5試合すべてで、初回中落ち55秒。騎兵育成所も5試合すべてで、4分54秒。砂漠襲撃兵も5試合すべてで、5分40秒でした。10分以内の砂漠襲撃兵数中落ちは4体です。2分の収集速度中落ちは、食料313、金70。4分は、食料273、木153、金110。8分は、食料532、木210、金300です。序盤は進化の食料と金。進化前後から木を足し、3資源の砂漠襲撃兵へつないでいます。後発の 16.3、11308は、コンソールの起動修正だけです。ここで使う文明数値を上書きする変更はありません。5試合で最も多かった量子進化は、ロジスティクス3試合です。初回中落ちは4分20秒。進化完了と同時にダルビッシュを得ました。その3試合すべてが、後から騎兵育成所と砂漠襲撃兵へつないでいます。回復だけで戦うのではありません。回復薬の城へ、相性を切り替えられる主力を足す形です。成長は1試合、4分16秒。町の人3人を得て、先に騎乗兵を出し、砂漠襲撃兵は十分に確認しました。即時の分を減らし、長い内政量を選ぶ分岐です。増援も1試合、4分14秒。最初の砂漠襲撃兵を4分29秒に得ました。進化後15秒という胸効果を、そのまま速い圧力へ変えています。3つの選択に、万能の一位はありません。前線を何度も戦うならロジスティクス、敵圧が弱く、働く人口を増やせるなら成長、今すぐ地図触りたいなら増援です。今の判断という場面は人気の胸を選んだ時ではありません。選んだ即時報酬を、
次の分へ接続できた時です。実戦では5つだけ確認します。1つ目、今欲しい即時報酬は何か。回復、マジの人、速分、資源搬入、進化速度、ターンや交換、量産兵の耐久。答えを2択の旨変えます。2つ目、砂漠襲撃兵のモードは合っているか。警歩兵には遠隔、騎兵には近接です。弓が増えたら一色編成をやめます。3つ目、3資源のどこが止まっているか。食料、木、金を使う主力なので便利さの代わりに量産の重い。4つ目、上司の固有軍に仕事があるか。着地なら札や力兵、密集処理なら曼者肉、食べ物ならスルタンの塔です。目的がない工学兵を文明の顔だからという理由で出しません。5つ目、黄金時代の次の敷地は地帯か。9棟なら守る場所の一件で最終 10% へ届きます。19棟なら研究速度上昇が目前です。ただし危険な前線へ接続を伸ばさない。黄金時代は建物を密集させる命令ではなく、辻の安全な一棟の価値を測るメモリです。IU 部長、一言でまとめます。知恵の薬価で即時報酬を選び、その報酬を次の分へつなぐ文明です。アッバス長と同じ名前でも群れの国家は別。黄金時代も10、20、30、50、75の5段階です。継戦ならロジスティクス、内政量なら成長、即圧力なら増援、早い次時代ならアドバンスメント、量産兵の質ならマスタースミスやアドバイザーです。砂漠襲撃兵は遠隔と近接を切り替える便利な主力。でも弓と3資源の重さには通常兵で応えます。上手では着地、範囲、建物という固有軍の仕事を挙げます。8を丸暗記しなくて大丈夫。今欲しい報酬を1つ決め、その次の分を1つ決める。盤面、ちゃんと2手先まで見えています。